V2 ガンダムの系譜。宇宙世紀 O153 リガミリティアが開発した傑作機 LM312V04 ビクトリーガンダムの設計思想を継承しつつ、後述する革新的な新技術ミノフスキードライブユニットを搭載した超高性能モビルスーツ V2 ガンダムが誕生。この V2 ガンダムのジェネレーター出力は 7510kW を誇り、前身となるビクトリーガンダムのジェネレーター出力 4780kW の約 1.5 倍にも達している。さらに機体各部に10箇所のハードポイントを備えたことで、複数の専用オプションパーツの同時換装を可能にし、短期での大規模戦闘に対応できるなど、マルチプルモビルスーツとして高い次元での完成度を高めている。そんな V2 ガンダムの系譜の始まりは F90 シリーズを生み出したフォーミュラー計画にまで遡り、その技術は約30年の時を経て V2 ガンダムの前身機となるビクトリーガンダムへと継承していくことになる。フォーミュラー計画とビクトリーガンダムの詳しい解説は同チャンネルの動画をご覧ください。プロト V2 ガンダム。セカンド V と同じくリガミリティアが V2 ガンダムを開発する過程で変形合体機構の試験を目的に設計開発がなされた V2 ガンダムの試験型となるモビルスーツ。機体の外観は V2 そのものであるが、あくまで変形分離機構の検証を目的に設計されているため、ミノフスキードライブユニットは搭載されておらず、機体のカラーリングはテストパイロットを務めたハリソン・マビン仕様の青に統一されている。搭載された装備もビームライフルやビームサーベル、ビームシールドなど標準的なものが採用されており、機体性能はビクトリーガンダムと同じレベルであったとされている。 LM314V21 V2 ガンダム。リガミリティアは次々と投入されるザンスカール帝国軍の新型モビルスーツ軍に対抗するべく、マルチプルモビルスーツとして高い完成度を誇っていたビクトリーガンダムの汎用性を継承しつつ、新型ジェネレーターの採用ミノフスキードライブユニットを搭載した V2 ガンダムの開発に着手。この新型ジェネレーターの開発にはかつてサナリーに所属し小型熱核反応炉の開発に携わっていたカミオン部隊のオーティス・アーキンズやロメロ・マラバルらが尽力し完成に至ったと言われている。当初はビクトリーガンダムのスラスターユニットおよびメインジェネレーターを丸ごとミノフスキードライブユニットに換装し、高出力の最新型ジェネレーターとメガビームキャノン、ミノフスキーシールドなどの新型強化パーツを搭載したセカンド V と呼ばれる機体の開発プランを進行させていた。しかし出力向上には成功したものの、セカンド V の機体強度の問題やミノフスキードライブユニットの最大推力を発揮すると機体が空中分解してしまうという危険性を兼ね備えていたため、計画は一時頓挫してしまう。そこでリガミリティアはビクトリーガンダムの基本設計と機体構造の再分析、プロト V2 ガンダムで行われた合体変形機構の試験データを蓄積。機体各部はミノフスキードライブユニット用の特殊デバイスを中心に新規に設計開発が行われたことで、出力と機体強度の両立に成功し、ビクトリー計画の集大成ともいえる機体 V2 ガンダムが完成を果たすことになる。ミノフスキードライブユニット。このユニットは宇宙世紀 O105 時代に革新的な技術としてクシーガンダムに搭載された機体内蔵型のミノフスキーフライトユニットや、ザンスカール帝国軍が開発したビームローターをはるかに超える画期的な新技術として V2 ガンダムに搭載された新型推進機である。背部に搭載された2機のミノフスキードライブユニットが展開するミノフスキー粒子の力場によって空間そのものに積力を発生させることで、ミノフスキー粒子同士が起こす反発を利用し推進力を得るという理論である。この推進力は従来のスラスターユニットのように推進剤を必要とせず瞬間的ではないにしろ、理論上は亜高速まで引き出すことも可能となり、軌道レベルで進行方向を調整できるため急旋回や急上昇なども可能にしている。その加速性能は最大で 20G にも及び、 V2 ガンダムは 15.5 メートルという小型モビルスーツでありながら、新型ジェネレーターの搭載とこれまでのミノフスキーフライトユニットをはるかに超越した性能を誇るミノフスキードライブユニットの搭載によって宇宙世紀史上最速という称号も獲得している。さらにミノフスキードライブユニットの神髄は出力を上昇させるとともに、ユニット内部からミノフスキー粒子の余剰パワーが放出され発生する副次的効果、光の翼を展開可能なところにある。この光の翼はビームサーベルやビームシールドと同質の効果を兼ね備えており、
攻撃面や防御面でも使用することができる。大きく展開したその姿はリガミリティアの自由と反抗の意志を象徴するかのごとく、戦場に士気上昇の効果をもたらしたと言われている。その他の機体構造と武装。 V2 ガンダムの開発は月の秘密工場テクネチウムで極秘裏に行われており、ミノフスキードライブユニットの搭載と運用に耐えられる機体構造と強度を有している。頭部の左目には精密射撃や複数の敵機をロックオンする際に使用される照準用デバイスロングレンジアダプターを搭載。基本設計はビクトリーガンダムと共通しており、腕部と脚部にはハードポイントの増設と大型化された両肩部を含めて、機体各部には計42機のアポジモーターが搭載されている。武装に関してもビクトリーガンダムのスタンダードな標準装備をベースに多少の改良を加えた程度にとどめており、汎用性と量産型モビルスーツとしての優れた運用性を重視した仕様になっている。これには後述する強化オプションパーツ、バスターパーツとアサルトパーツの開発が進められていたこともあり、 V2 ガンダム自身に特殊な装備を搭載する必要性がなかったとも言われている。主な武装はマルチプルランチャーを増設したビームライフル、ビームシールドのデバイス内に4機搭載されたビームサーベル、ビームスマートガンの強化型メガビームライフル、3機のバリアビットを備える大型シールドメガビームシールドが用意された。 LM314V23 V2 バスターガンダム。ザンスカール帝国軍が開発した巨大サイコミ要塞エンジェルハイローを破壊するため投入された V2 ガンダムの強化バリエーション形態の一つ。前述の通り V2 ガンダムの開発と並行して進められていた専用武装強化プランの一つであり、オーバーハングパックと呼ばれる両肩部にマウントされたメガビームキャノンとスプレービームポッドが最大の特徴。さらに両脚部と腰部にマイクロミサイルポッドを装備し、中距離遠距離用に設計されたこの強化パーツは重攻撃型に分類され、増加装甲や防御装備は含まれておらず、攻撃面に特化した強化が施されており、素体である V2 ガンダムのビームサーベルとビームシールドも使用可能となるため、近接戦闘においても他を圧倒する性能を発揮することができる。 LM314V24 V2 アサルトガンダム。重防御型突撃白兵戦仕様の強化オプション装備を装着した形態。前述のバスターパーツとともに開発されたが、正確にはアサルトパーツの方が遅れて開発されており、バスターパーツとの同時換装を想定した技術者たちの意向と機構が反映された構成になっている。主にメガビームシールドと両肩部に装備されたアイフィールドジェネレーター、ビーム被弾時にプラズマ化することで機体を保護するハイビームコーティング装甲リアクティブアーマーを機体各部に装備するなど、鉄壁の防御力を誇るとともに、メガビームライフルやベスバーといった強力な高出力ビーム兵装も装備している。これらの防御装備は被弾時にパージすることも可能であり、取り付けもモビルスーツのマニュピュレーターで可能となるため、基本的には使い捨てパーツとしての意向が強いとされている。強力な火力と防御力、さらにはミノフスキードライブユニットが生み出す爆発的な機動性によって、劇中ではエンジェルハイロー作戦終盤においてその鉄壁の防御で味方を保護しつつ、敵を殲滅しながら敵陣に突撃するという活躍を見せた。 LM314V23 スラッシュ 24V2 アサルトバスターガンダム。宇宙世紀が誇る超高性能モビルスーツである V2 ガンダムに重防御型突撃白兵戦仕様のアサルトパーツと重攻撃型中距離遠距離砲戦仕様のバスターパーツを同時換装させた圧倒的な火力と防御力を有する史上最強のフルオプション形態。運用思想が異なるバスターパーツとアサルトパーツではあるが、カミオン部隊のメカニックたちによって同時換装を可能にする開発設計がなされ、お互いが干渉しないような構造に仕上がっている。全てのパーツを装備させた時点で機体の全備重量は素体となる V2 ガンダムの 1.5 倍にも膨れ上がっているが、それでもなお最新型のジェネレーターの搭載とミノフスキードライブユニットの性能によって高い次元での出力と運動性を獲得。これまでの重装備イコール機動力運動性の低下出力不足によるパワーダウンなどの常識を覆す、まさに史上最強の称号にふさわしい性能を誇っている。 V2 アサルトバスターガンダムの武装。メガビームキャノン。 V2 ガンダムの中で最大の火力を誇るロングレンジビームキャノン。機体の右肩部に搭載できるほどの小型化に成功しているが、かつて
グリプス戦役で100式が使用していたメガバズーカランチャーに匹敵する射程や威力を誇り、最大出力時はビームシールドを展開した戦艦を一撃で撃沈し、カイラスギリー級の宇宙要塞を沈黙させる威力を持つと言われている。スプレービームポッド。左肩部にマウントされた近距離中距離用の拡散メガ粒子砲。背部にブリッジ型の構造でメガビームキャノンと連結されており、釣り合いを取るための重りとしての役目とエネルギーチャージ用のコンデンサーという側面も担っている。またメガビームキャノンの稼働補助機能として不可欠なユニットとされている。ビーム兵器としての威力も強力で、シャワー状にビームを放出する特性を生かした撹乱や牽制はもちろんのこと、広範囲に放射した際の威力は通常のモビルスーツならば容易に撃墜できる威力を誇る。さらに ZMTS28S ゲンガオゾのマルチプルビームランチャーを拡散ビームの束をぶつけることで打ち消す威力を見せつけている。メガビームライフル。開放型のメガ粒子圧縮デバイスを採用した手持ち用の高出力メガビーム砲。劇中ではメガビームキャノンと重複するためか V2 アサルトバスターとして装備した姿は描かれなかった。リガミリティアが標準装備として量産した装備ビームスマートガンの強化型であり、その威力は ZMTS33S ゴトラタンのメガビームキャノンの威力に匹敵し、直撃しなくともモビルスーツ部隊を一掃してしまう破壊力を有している。発射時はバレルを展開し、ビームシールド発生装置にコントロールユニットを接続することで使用可能となる。ベスバー。かつてサナリーのフォーミュラー計画によって開発されたモビルスーツ群 F90 シリーズや F91 に採用されたベスバーの発展型。正式名称はバリアブルスピードビームライフル。つまり可変速ビームライフルであり、貫通力の高い高速砲から高威力を誇る低速砲まで打ち分けることができ、左右の腰部に搭載されている。F91 の時代よりもかなりの小型化に成功しており、動力を備えたハードポイントそのものが稼働するため、マニュピュレーターで保持する必要がなくなっている。メガビームシールド。シールド本体に付属している3基のバリアビットを展開して巨大なビーム防御膜を形成する広域防御シールド。宇宙世紀におけるビームシールドの最終到達点とも言うべき防御力を誇っており、展開されたビーム防御膜はモビルスーツ部隊を保護できる大きさまで拡大することができ、さらにザンネックキャノンを完全遮断できる上、バリアビットの位置は任意に変更可能というおまけ付きである。またシールド本体の表面から V 字型のビームを放射可能なほか、3基のバリアビットを利用したサーベル状のビームを展開するなど、攻撃面にも転用可能な行動一体の特殊兵装となる。 ZMTS37S ザンスパイン。もともとは G ゼネレーションシリーズに登場するオリジナル機体。ザンスカール帝国のタシロバゴ大佐の密命で秘密裏に開発されたモビルスーツであり、この機体の設計開発にはサナリーのフォーミュラー計画に関わっていたスタッフが携わったと言われている。タシロ派のスパイが裏工作によってリガミリティアに保管されていたミノフスキードライブユニットの基礎データと運用データの入手に成功したことで、ザンスカール帝国仕様のミノフスキードライブユニット搭載機の開発が進行。後に起こるであろうザンスカール帝国内の内部構想に備えて、自軍のフラッグシップ機としての運用が想定されていたと言われている。そのためパイロットには田代の愛人とされているファラグリフォン専用に調整が施されており、頭部の形状や全体的なフォルムが F99 レコードブレイカーに酷似している。これには前述の通りフォーミュラー計画に関わっていたサナリーの開発スタッフが関係しているためで、ミノフスキードライブユニットの搭載に加えてサイコミュシステムも導入されたため、ティンクルビットと呼ばれるサイコミュ兵器も搭載された。さらに光の翼も欠陥としてではなく通常のシステムとして組み込まれている。こうして完成したザンスパインはリガミリティアの最新鋭モビルスーツよりも高性能だったと言われているが、皮肉にもロールアウトした時期が田代とファラが戦死した直後だったため運用されることはなかった。宇宙世紀 O153 において最強最高クラスの性能を誇り、攻撃力、防御力、加速性能、運動性、最高速度、さらにはミノフスキードライブユニットの副次的効果である光の翼を発生させるなど、全てにおいて高次元の性能を獲得した V2 アサルトバスターガンダムはニュータイプであり、類まれなパイロットセンスと斬新で柔軟な発想を持つ
スペシャルと称された少年ウッソエビンとの融合によって史上最強のガンダムが誕生したということを証明する活躍を見せた。以上 V2 ガンダムの系譜の解説を終わります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。